ビスマルク大盛り。対面商売が好きなんですよね。人を楽しませる、人を笑顔にするって僕のアイデンティティというか、ポリシーというか生きがいというか。どうぞ。ローリエ。ローリエ。夢みそもすごいさっぱりしていて、コシヒカリとか百万石はね甘くてもっちりしていていいんですけど、フライパンで煽るでしょ。やっぱねさっぱりしていたのが僕は好きで。今週のランチがナバガンのランチなんですよね。ジョンカリオストロは土日はランチしないんですけど、チムチム堂の方がランチをやるんで、ジョンカリオストロの方はスパゲッティにしてもオムライスにしても何にしても美味しい。そのまんまおひたしにしても美味しいしね。ハントンライスフェアとかオムライスフェアとかカレーフェアとかハヤシライスフェアとか、こういう毎月違うフェアをして、初めて来るお客さんももちろん多いんですけど、常連さんはすごく多いので、やっぱ常連さん飽きさせないためにやっぱどんどんアイデアがすごい泉のように湧いてくるんですね。お風呂好きでよく銭湯に行くんですけど、銭湯とかでぼーっとしてるとポンポンポンってアイデアが浮かんでくるでしょ。こんないいこと思いついたって思うけど、大体裸なんですよね。こうしてぼーっとバーって書いて、で間に合ったってなってるんで、こうやってうちのデミグラスひき肉入ってるんですよ。インスタのストーリーってあれで僕毎朝おはもに行ってつぶやくんですよ、好評で。それに30分ぐらい費やして、その時間に仕込みすればってみんなに下でアルバイトしてすごい楽しくて、これは僕は天職かもしれないと思って、で高専中退して、で20歳で入って、でもそのティーランドという会社の社長が遺言じゃないですけど、柴田君は独立して自分の店を持ちなさい、必ず成功するからっていうことで、そのティーランドからお店の中にあるものを全部いただいて、16年前にジョン・カリオストロをオープンしました。対面商売が好きなんですよね。人を楽しませる、人を笑顔にするっていうことがやっぱり僕のアイデンティティというか、ポリシーというか生きがいというか、美味しいお料理を作ってインスタとかで楽しい配信をして、みんなほっこりしてくれたらいいかな。もうすごいいっぱい使うんです。何にでも入れちゃう。臭みも消えるし、香りも良くなるし、洋食のなんかフレーバーがしますね。やっぱ金沢の洋食 B 級グルメはハントンライスですね。そのハントンライスに使うお魚をいます。県外からツアーを組んでやってくる方が増えましたね。ハントンライスのハンはハンガリーのハンです。東ヨーロッパのハンガリーで、ハントンライスのトンはマグロのことです。あっちの方行くとトンと発音するらしいんですよね。で、なぜハンガリーなのかっていう話なんですけど、パプリカパウダー、これで赤くご飯を着色してたと思うんです。でこのパプリカっていうのがハンガリーの特産品なんですよね。量を入れます。デミ自体は3種類ぐらいありますね。これはひき肉が入っているタイプ、あと何にも入ってないタイプ、ストロガノフというか玉ねぎを炒めて牛肉が入っているそういうビーフのやつもありますね。
ドアップでお願いします。ドリアのホワイトソースの下にケチャップご飯っていうか赤いご飯、僕たちはドリアご飯って呼んでますけど、そのドリアご飯を今作っています。基本の具材ですね。でもまあ1年通してよく出るかな。本当にベシャメルなんて毎日仕込むしね。ちょっと黒っぽくなるんですよね。それがこれはハントンライスに使うタルタルソースを仕込んであります。そうだね、絶対にね。一番そうなんよ。確かにめっちゃいい店らしい。あ、そうなの？捕まった。なんか家遠くて。ガチまかないけど、どらへん感じなんだかないでいいかな。何も考えてなかった。終わりましたね。あんまなかった。まあ1月っていうのはお正月もあったから、お正月にみんなね遊んだから1月の後半は割と静かな。気温と売り上げが正比例。つければ暑いほど売り上げも上がるんですよ。寒くないですか？短パンはと。ってないもん。あんまね。我慢してね。で後ろから見たらこんなになってて。オープンします。どうぞ。
入れてる。麺入れてもいいよ。か。何て言ってんの？ですね。大丈夫や。めっちゃバカはい、でじゃサイズ選べるんですね。で、M サイズと S サイズが1個ずつ入ってます。はい、で。でもいいわ。おろしてもいいわ。っていうことなら。2発目の白スパと一緒のハントンの魚とかもください。スパゲティグリグリ。ますよ、タイマーです。先に入ってる。OK。はい。これ何？これ録音です。はい、じゃあ見よう。よし、はい、うまくいきました。ダメだ。はい、おもはやし。はい。
わからん。あ、ごめんなさい。チーズで大丈夫ですか？失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、魚フライ OK。そっちまだご飯。あ、どうしよう。さやさん、チーム意見。これもいい。さやさん、今チームの。じゃあ、行くわ。ほい。ハントンやっぱよく出ますね。本当ですね。ヒレハンハントンです。みさちゃん、ウェイトをね。何？おらんよ。そうです。これはなんていうメニュー？ビスマルク大盛り。あ、持ってきます。ビスマルクの L サイズに、こちら鉄板熱いので気をつけてください。お願いします。レギュム、X のパーツ、ミトコンを1名様。2番の。めっちゃ水飛ばして。かかってない。いける？わかんない。持ってけるっけ？戻さない。カレービス L。ほい。はい、美味しそうね。ちょっと待って。上がると思う。見ましょう。その周りを頑張って。
ちょっとね。ボルガに。ボルガはい、オッケー。岡山のエビ飯と金沢の B 級グルメのハントンっていうのを合わせてコラボというかドッキングさせたのがこのエビ飯ハントンで、これもすごくよく出ます。なぜか女性にすごい人気あります。この後にまたエビフライハント。仕事ないから。仕込みできそうやったし。ごめんなさい。それ僕なんだけど、昭和とオムライス。ジョンカリではオムライスといったらこれです。私カボチーオンランです。初めて来たんですけど、マヨケチャタンポポオムライス昔駅の近くのお店で食べたことあって食べました。はい、昭和のオムライス。S ハントンデミオムデミオム。うわ、待って。だっけ？いや、これで。うわ。秘密の調味料の入った卵液をかけて混ぜる。火にかけられる。何しとるけ。あ、本当や。はい、デミオもこのままいって。これが空母カレーです。これ今上からソースもかけないです、普通は。
待たせしました。年配の方もいらっしゃいますし、いろいろですね、行き違いの女性ばっかりとは言えないんですけど、まあ女性は多めですね。オープンサンド。お願いします。はい。マドンナ。マドンナもうあんまないんじゃない？あと2個。あと2個。ではお待ちしております。はい、失礼いたします。いらっしゃいませ。2名様ですか？16年前に、お店を出すことが決まって、お店の名前どうしましょうかっていう話になってね、サラリーマン店長をやっていた時にティーランドというお店ですけど、そこで一番人気になったのはタンポポオムライスっていうオムライスが人気があって、キッチンタンポポにしようと思ったら、それをバイトの子に言ったらば、店長がお店を出そうと思ってる店のもう一本向こうにデイケアタンポポっていうのがあるらしくて、混同されるからダメですって言われて、キッチンカリオストロって名前にしようかなって言ったら、それもダメって言う。なんでダメなんて言ったら、ヤフーとかグーグルで検索したら、そのカリオストロだけピックアップされるから、多分1ページ目から10ページぐらいのルパンサイトになるんじゃないか。なるほど、カリオストロの城って有名なアニメ映画があります。だから造語をしなさいと。なんとかカリオストロ、カリオストロなんとか。造語って難しいじゃないですか。どうすればいいかなと思って考えていて、実はコロナの前まで隣の野々市市っていうところで開業したんです。夏になると野々市ジョンカラ祭りっていうでっかいお祭りがあるんですよ。ジョンカラの町でカリオストロやるから、ジョンカリオストロっていうワードがはっと降りてきましてね、それが店名の由来です。で